パイファミリーのアーニャなのぜギャっぽいかりんです。そんなことより前回の昨夜のミラーケーキ見た？レミリア？いきなりどうしたのよ？お嬢様落ち着きましょう。うちの昨夜のケーキが、1万いいね突破したわよ1万いいね達成はドレスケーキシリーズでは初めてなのぜ。レイムちゃんはまだ6000いいねなのに悔しい。レイムのケーキは形がおかしいからいつか作り直したいね。皆様たくさんの応援ありがとうございます。言いたいことはそれだけだからじゃあねなんだただの身内自慢か。それじゃあ恒例の4000いいねチャレンジいきますか。やめなさいよ。ウマ娘の時は4000いいねチャレンジ失敗してんだから。まあ東方キャラ以外でどうなるのか実験だよ。そして今回の材料はこちらです。めっちゃ多いな。アーニャの好きなナッツがたっぷりあって原作リスペクトしてるのぜ。材料を測ったら多少はスッキリしたかしら？このフルーツとナッツのショコラケーキは絶品だよ。バレンタインに作ってみてね。アーニャかわいい。今日のチョコはブラックチョコ大人の味だよ。アーニャは食べられるかな？生地にお砂糖や果物が入るから大丈夫よ。それにしても今日は暑いわねお外に出てたら溶けちゃうのぜ。そんじゃあお外にこれを置いてみましょう。マジで外にチョコとバターを置いてる。エコでしょ？型にはバターと小麦粉を振っておくと、型離れがいいよ。このケーキにはドライフルーツも入れるんだな。クランベリーって何？ツルコケモモと言われる寒い地方で採れるベリーだよ。味は酸っぱいレーズンって感じでうんまい。暑いから卵白は砂糖を入れて冷蔵庫へ。粉系はふるっておくとダマダマになりにくいのぜ。アーモンドパウダーもふるったよ。さて外に置いてたチョコバターはどうなったかしら？ドッロドロなのぜ。本当に溶けるような厚さだったのね。ここに卵黄サンツを入れて一旦これは置いておこう。このオレンジはでかすぎるから切っておくのぜ。これもそのまま食べても美味しいな。これメレンゲ作るの大変なのよね。ハンドミキサーがなかったら熱中症で倒れるところだったわ。左右に揺らしてムラなく混ぜるのよ。合ってるよ。泡々をチョコレートに一すくい入れて混ぜりんちょ。馴染んだら全体と混ぜりんこ。混ぜーる。ふるった粉たちをパーティに加えて、雑に混ぜたらオレンジクランベリーも仲間に加えるのぜ。オーブンは温めてる？あげねえよ。オーブンを170度の40分で温めるのぜ。仮に入れ忘れてるものはない？今日は全部入れてるね。トントンして空気を抜いて、予熱したオーブンで40分焼くよ。そういえばスパイファミリーは今回で2回目よね。前回は夜お母さんに投げられたパーティー用巨大グラタンを作ったのぜ。ほんとひどいわね。チョコケーキ焼けたよ。ちょっとくぼんでるからスポンジで埋めるのぜ。ボッロボロで草。ボッロボロをくるりんぱ。オープン。表面はボロボロになってもチョコをかけるから問題なし。これも外に置いて溶かしたんだな。もちのろんだよ。ダバだー。ブラックチョコだけど思ったよりも茶色いのぜ。あれ？アーニャの制服は真っ黒だからちょっと違ったな。そしてアーニャの大好きなピーナッツは硬いな。今回はオレンジを貼り付けよう。そんで金ピカの制服のために秘密兵器を買いました。いやーこれは金箔？鰹節みたいに薄いのぜ。お皿に移動させたらなんか崩れちゃった。綺麗な面を使うのぜ。りんちゃん、アーニャの解説よろしく。はい、アーニャはゴージャー家の頂上。顔芸が得意だよ。素敵な笑顔なのぜ。正体は被験体なな。組織から抜け出し孤児院を転々としていた時にロイドに拾われた。心を読む超能力があるよ。悟り妖怪と一緒ね。呼びましたか？呼んでないわよ。髪の毛の色がピンクで同じですね。日の光を浴びるとチョコが茶色くなっちゃったのぜ。チョコレートは改善の余地ありあり。それじゃあいただきます。チョコたまらんドライフルーツの酸味とちょっぴり大人なビターチョコがよく合うわ高級洋菓子店の味。スパイファミリーは10月から2期が始まるから楽しみなのぜ。それじゃあ、次回はどんな料理を作るの？次回金曜日はブルーベリーを使ってアリスマーガトロイドを作るよ。あと次は私の立ち絵が変わるからお楽しみに。みんなチャンネル登録して待っててくれよな。それではここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録のこのボタンを押してね。